こんにちは、代々木公園店の松本です。今日は、YouTube でバイクチェックをしていきたいと思います。今日はこちらのバイクです。オールシティのスペースホースディスクっていうバイクになります。このバイクが組まれた経緯を最初から紹介した方がいいのかなと思うので、まずそこから紹介させていただくんですけど、これご夫婦でオールシティ乗りのオーナーさんで、これは奥様用のスペースホースディスクなんですけど、旦那さんがシクロクロスをすごい積極的に楽しまれてたんで、奥様もシクロクロスのレースに参加してみたいっていうのと、あとこれたまたまひょんな縁でオールシティのイベントでその旦那さんがこの景品として勝ち取ったスペースホースなんですけど、それを奥様へサプライズで自転車を組んで渡したっていう経緯があるバイクです。なのでドロップハンドルで少しシクロクロスのバイクを意識したアッセンブルになってます。ちょっとディティールを見ていきましょう。シクロクロスそれこそね、秋ヶ瀬バイクロアとかに出られる予定があったんで、まずはねドロップハンドル、これは旦那さんがお持ちだったんで、これは持ち込んできてもらったのかな、持ち込んでもらってアッセンブルしてます。でも日常使いのことも考えて、とりあえず奥様が使いやすいようにフロントラックつけました。であとは日常もね使っていただきたいっていう旦那さんのその野望もあったんで、ダイナモハブを使ってます。レースバイクにはあるまじきディティールかもしれないけど、日常バイクとしてはすごいいいですよね。ペダルなんですけど、さすがにビンディングペダルってわけにはいかなかったんで、まずはフラットペダルで、最近リリースさせてもらって XC3 ですね。もう本当定番になりつつあるけど、今回はオールブラックを使ってます。ヘッド周りのディティールなんですけど、ロゴのオレンジとかは結構特徴的だったんで、ヘッドセットもクリス・キングのマンゴーっていう色、これはね旦那さんのご希望で入れさせてもらってるんですけど、上の真鍮スペーサーとかはなんかフレームカラーともリンクしそうかなっていうところで、ちょっと僕のサプライズで選ばせてもらっちゃいました。ちょっとハイコラムで状態を起こしてリラックスしてドロップハンドルでも乗ってもらえるようにっていう感じですね。あとこれ細かいんですけど、旦那さんの優しさが、サブレバーっていうのがついてて、手元で補助レバーがついてるんで、ドロップハンドルちょっと乗るの疲れちゃったみたいな時にここのレバーが大活躍って感じかな。フロントラックはこれ実は結構しっくりアッセンブルできるんですけど、マッシュのフロントラックをつけてます。でフレームサイズが小さいんで、スペースホースディスクはこれね 650B のモデルになってるんですけど、違和感なく取り付けができてます。でラックだけだとちょっと使い道が難しいっていうことを話してたんで、ウォルドハーフをつけて、なんかこれだったらドシンと荷物乗っけられるのかなというところで、ここはボレーストラップで留めてて、必要だったら使えばいいし、ちょっと不必要に感じたらこのボレーストラップバンバンって取ってあげれば普通にポーターラックとしても使えるかなという感じですね。ホイール周り、タイヤはねウルトラダイナミコっていうタイヤを使ってて、もう多分皆さんご存知かもしれないですけど、ブルーラグでも本当大定番になっちゃったツーリングタイヤで、これで秋ヶ瀬バイクラを走ってもらったわけなんですけど、ちょっとクラシックすぎるとなんかそれっぽくなりすぎちゃうんで、ちょっとリムはスポーティーなリムを使わせてもらってて、パセンティっていうホルツァっていうモデルかな使ってるんですけど、これディスクブレーキ用のリムなんですけど、僕が最近組んだ中で本当に一番組みやすくてよくできてるリムだなと思っちゃいました。っていうのもオフセットリムになってるから、ホイール組む時にねテンション差っていうのがどうしても左右で出るわけなんですけど、そのテンション差がねすごいね近づいてくるんですよ。そうするとね自転車のホイール自体のね作りがねすごいね組みやすくて、バランスがね取りやすいんです。すごい細かい話になっちゃうんだけど、これすごい印象良かったな。パセンティホルツァっていうリム。はい、サドル周り、ハンドルもゴールデンサドルのステルスカラーのドロップハンドルだったんで、シートポストもステルスカラーのシートポストも使わせてもらってます。でシルバラードっていうね、値頃なんですけどすごく座りやすい、大定番ですね。サドル使わせてもらって、サドルバッグつけてるんですけど、なんか携帯工具だったりとか、そんな簡単なチューブとか入れてもらって使ってくれてるみたいです。足回り、これはスペースホースディスクは、
普通だったらギアドで組むんですけど、これ今ねシングルスピードになってます。ちょっとそのギミックを後でご紹介したいかな。ここはシングルスピードにする時のちょっと肝になっているパーツなんですけど、フィルットのフィルセントリック BB っていうのを使ってます。これハブ軸がずれることによってチェーンテンションが張れるんで、さっき紹介したギアードのハブにシングルスペーサーを入れてコグが1枚だけついてるっていう状況をこっちでテンションを張って、シングルスピード化してるって感じ。ちょっと見た目がなんかおやおやって思った人もいるかもしれないですけど、実はここがチェーンテンションを張ってるって感じですね。じゃあね、ハンドル周りいこうかな。これちょっとバーテープは僕のサプライズというかお任せいただいてたんで、ちょっとロゴのカラーに合わせました。ここのカラーとここのカラー、ちょっとささやかなんですけどね、こういうちょっと華やかさがレースバイクにあったら面白いかなと思って、ここはちょっとアレンジさせてもらってます。でトムソンのステムも実はこれフェイスのプレートだけ黒になってたりとかして、ちょっとその辺も色気を出してるって感じですね。シングルスピードだからどうしてもパーツが少なくて、なんかこういうところで遊ばないとなんかちょっと味気ないバイクになっちゃう気がして、この辺にちょっと遊び心を。じゃあ最後に全体像をもう一回ちょっとおさらいしてみようかなと思います。多分オールシティ紹介するの多分これで最初になるのかなって感じなんですけど、このオールシティのスペースホースディスクっていうのはサーリーで例えるとクロスチェックとか、あとストラグラーみたいなクロスバイクがベースになっているような車両なんですよね。なので、結構日常使いで組まれる方が多いんですけど、今回このご夫婦に組ませてもらったスペースホースはちょっとレースっていうなんかミッションがあったんで、今回は組ませていただいた状態は少しこうレーシーなアッセンブルですよね。シングルスピードのドロップハンドルで、シングルクロスみたいな感じの組み方になってるんですけど、レースが終わった時に、レースバイクに乗っちゃうとちょっとギャップも感じるだろうから、奥様用っていうのもあったので、まず最初にこのフロントラックとかつけてね、ちょっと日常使っていただきやすいようなセッティングっていうのはあらかじめさせてもらってます。これで今ご夫婦で楽しんでもらってるみたいなんですけど、やっぱねちょっとハンドルがお持ち込みだったんでちょっと幅が広いっていう奥様のリクエストもあったりとかしたんで、ハンドルはなんか未来に変わりそうかな。フラットバーとかスイープバーとかついてた方が日常は乗りやすいかなと思うんですけど、クロスシーズンとかねそれこそ始まったらまた戻してもらってゴリゴリオフロードを楽しんでもらえたらいいのかなと思います。今日はスペースホースディスクっていうクロス車をご紹介させてもらいました。これ奥様用なんですけどね、女性が乗るクロスバイク、すごいなんか理想的なアッセンブルだなと思ったんでご紹介させてもらってます。また機会あればYouTube でお会いしましょう。ありがとうございました。